煮ハマグリです。煮浜これ。いやでも愛知で一番、特にこの名古屋だったら一番地物食べれるの千原寿司さんじゃないですか。こんだけの数と、まあ、レアなネタも含めて。かわされる形もうちょっとごちゃごちゃに入ったやつ。はいはい。なるほどなるほどなるほど。エビとか貝とか触っちゃうんですよ。はいはい。名前の知らないエビとかあ魚屋さんより今火としてくれるんだってことであじゃないとだってこんだけの数揃えて結構いろいろ言いますね。結局の白身はやっぱこのフグの食感が大好きでポン酢ちょっと多めで多めで、はい。でもこそはい。愛知県名古屋市の中心地、栄エリアの地下でひっそりと営む人気寿司店。魚愛の強い気さくな大将が地魚を中心に常時30、40種類前後のネタを用意。大将にお任せするもよし、お好みで好きなネタを好きなだけ食べるもよしなのが素晴らしい。ふんわりと甘い白シャリで握る地物ネタは食べ飽きることがなく軽やかな味わいです。2回目となる今回は地物ネタをすべて食べたいというオーダーをし、地物30品を制覇。予約も取りやすく、好きなネタを好きなように楽しめる最高の名店です。白身も結構いいイメージありますね。愛知。白身も結構いいですね。はい、もう基本完全制覇予定で来てますんで、とりあえず地物は全部食べたいです。はい、よろしくお願いします。じゃあ前回は貝バーって食べて、その後延長戦で地物の白身とか食べたみたいな感じです。今日はまたね時期が違うからいろいろ。2025年寿司が呼ぶ寿司ジャパンが紹介した厳選の名店たち。あなたが2026年に行きたいお店はどこですか？視聴者の投票から来年行きたい寿司店10選を決定します。結果発表は2026年1月中に動画で発表します。概要欄のリンクからふるってご投票をお願いいたします。あなたが気になる店、ぜひ教えてください。前回は貝の時期でしたけど、今日は秋から冬にかけてみたいな。美味しい。うまっ。プリンプリンの食感。入り酒ですか？塩ポン酢。塩ポン酢。酢と塩と甘酸っぱい感じ。ちょっとガリは甘め。豊浜産のイワシ。断面が美しすぎる。油が最高。赤玉ねぎが入っているのが千原寿司さん流のイワシの磯辺巻きの特徴。これ小イワシですよね。すごい柔らかいというか。骨も気にならないし、脂もまあちょっとボラのへそで。ボラのへそ？マニアックだな。砂肝ですね。缶も砂肝ですね。砂がさ、一緒にでその中の餌の砂が分けるところがある。あ、じゃあお腹のへそとかではないですか？これ初めて食べました。ちっちゃい方の柱と水管です。水管は紐みたいなところ。いや、中にこうちょっまあ、要はすごい希少な。とあんまり使ってる人ない。これもなんならちょっと焼き鳥にありそうな感じかな。そうです。はい。このでもちっちゃい柱すごい力強いですね。食感がすごい。赤ヤガラです。ヤガラ。おお。ヤガラを握る店ってか基本ないですよね。ヤガラって食べるんですか？食べます。美味しい。塩味でいい塩味です。うまい。ちゃんと脱水して。ボラです。生であんま食べたことないの。噛めば噛むほどじわじわ脂が出てくる。独特の香りというか。ボラは結構どこでもいる魚なんですか？あ、そうなんですね。肌です。うわ。三河ですか？豊浜。編んでるのがおしゃれですね。
久々に見ました。油ありますね。これは三河です。あ、三河。マダイの方ですね。そうです。次第はい。めっちゃうまい。柔らかくて美味しい。昆布締めです。親子。子供から親へ。これもでも油すごい。背ですか？腹ですか？腹。エビとかそういう甲殻類食べるんですか？じゃあ筋肉質。はい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 。やっぱ板前さんによって好みが違うんで、ここは僕たちが板前さんの目となって、板前さんの好みのマグロをお届けするっていう、そういう仕事だと思います。この番組は魚のことなら北に水産、株式会社北に水産の提供でお送りします。三河といえばミルガエ。食感最高。めちゃくちゃ甘い。こっちがカニチーズ。こっちがブリガキ。パッと見はでも一緒に見えますけど、貝の形がもうこれ前回出てないですよね。前回バッキバキ。うまっ。そうなんか音が夜鳴いてる。あ、そう。海鮮山で。なんか夜鳴きキューキューなんかキューキューするみたいな。赤西貝です。見た目ほんと夜鳴き貝とすごい似てる。赤西の方が食べやすいですね。ちょっとだけソフトというか甘いですね。夜鳴きはほんと結構バキバキで、やっぱちょっと磯の香りもするというか、やっぱほんとつぶ貝っぽい。今日に関しては赤西の方が僕は好みですね。どちらかというと。喉が見えるアメリカ実際ほんとどうでした？ YouTube の反響は。貝をご注文される方は多かったですか？結構でも貝食べない。まあ本当ですか。動画見て知って、嬉しい。ここ来るためだけ大阪から来たけど。地元の方以外にもそういう県外の方とかも何人かいらっしゃった。そうですね。めっちゃでかい。はい、頭にない。頭でかい。頭おお。だから立派だけど頭がでかいから全部見たら意外と可食部ちっちゃい。うわ、剥きたて。生の赤さは初めてだな。味がすごい濃い。何もしてないですよね。何もしないからみたいです。塩も当ててないですよね。すごいやっぱ海のなんか塩味と旨味がすごいあるっていうか。地元の赤座エビからの王道車エビ。まさかのエビの系統。王道シャリと混じり合って寿司としてうまい。それは一式。一式。ソフトボールみたいな。野球ボールより大きそうです。これ赤貝じゃなくて。ニハマこれ。こんだけ大きいとこんな見た目になるのかな。うまっ。確かに食べたらハマグリ。噛めば噛むほど味が出てくる。いわゆる煮方は普通の煮方ですか？お酒で煮て貝で、それでちょっとつけ汁みたいなの作ってやるんで、それにつけてやる。でちょっと色がついて。赤貝です。これも三河。うわー。ある意味贅沢な2枚重ね赤貝。身の締まりが素晴らしい。スミイカです。塩かけてます。サリ包丁が美しい。肉厚でうまい。傲慢です。最後に鼻にピリリと香る柚子胡椒がたまらない。金目鯛です。これも地物ですか？地物です。皮をあえて取ってる。つるっとした食感。蒲氷。うまっ。メヒカリって深海魚っすよね。蒲氷は深いんですか？蒲氷の湾内ではなくて、出てるんですよ。深海の船です。
じゃあ底引きとかでやってる。そうへえ。で、さっきの新しいはいはいはい。金目鯛、メヒカリ、黒ムツとか、ああいうのがガーって上がるんですね。黒ムツです。うわーうまそう。いいですね。お店用ですね。うわー最高。うまっ。シャコです。これお酢ですね。おすすめ。お酢ですね。ジューシーな感じですね。ありがとうございます。減りましたね、昔。全然おらんかった。当たりガニです。爪のとこ。爪。なんか渡りガニって結構そのほぐしてはい。おはぎみたいにして出すところが多いんで。これもちょっとこれ、ちょっとして、味噌と。あ、そうなんですか。じゃあ、彼岸魚。出た。うまっ。食感最高っすね。三河とかだとこの秋とかになると白身が強いとか、なんかざっくり言うと。フグで。フグ。サワラがやっぱり。おお。甲殻類はいっぱいいます。エビカニ。エビカニ。これで1匹分。贅沢。うまい。イワシこれ筋目。あ、ちょっと薄い。小肌もそんな強くないっすよね。そうですよね。がっつり塩酸っぱい感じではなかったんで。そうです。塩の時間もまあ短いらっしゃるんですよね。今メインの仕入れの市場ってどこでしたっけ？基本的に柳町で物は拾ってくることが多いです。普通に一般の方も入れるってことですか？いやでも愛知で一番、特にこの名古屋だったら一番地物食べれるの千原寿司さんじゃないですか。こんだけの数と、まあ、レアなネタも含めて。買わされる私もうちょっといいですか？バラエティーボックスとかごちゃごちゃに入ったやつはいバラエティーパックなるほどなるほどなるほど。エビとか貝とかはいはい。名前のしてないエビとか入ってる。魚屋さんより今火としてくれるんだって食べるんですけど。じゃないとだってこんだけの数揃えて。結構いろいろいますね。ちょっとだし醤油つけて焼いてあります。松茸はどちらの松茸ですか？岐阜高山さんです。おお、想像以上に香りが膨らむ。うわ、うまいな。平らです。貝のスミイカみたいな食感。パキッとサクッと。あれやっぱ平ら貝って刺さってんすか？はい。下がってここは上開いて。じゃあ結構海底にいるってことですよね。そうですね。ジップ水流のホースかな。三河にはそういう職人というかプロの方がいらっしゃるってことですね。サメ出ると一気にそういう取りに行かなくなって食べられちゃうっていうか危ないですよ。昔に一回やっぱあったんですか？事故があったんで、ミル貝とか白ミル、本ミル、平ら貝とか。今日全部美味しかったんですけど、はい、特に個人的に美味しかったベスト3を最後お借りしようかなと思ってまして、まずカスゴ。はい。岩塩。すだちと塩。岩塩。ふっくら、ほんのり甘酸っぱくて美味しい。フレッシュめがいい。じゃあ続いて、チャウグ。ポン酢ちょっと多めで。結局の白身はやっぱこのフグの食感が大好きで。
3枚ですか。3枚ですね。薄くして3枚、はい、ポン酢たっぷりで最高。うますぎです。ありがとうございます。季節ものですか。そうですね、フグがある時期は9月から3月ぐらい。これはトラフグとかよりちっちゃいフグ。ちょっとちっちゃい。個人的なはい。ベストワンは赤西です。赤西貝こっちが夜泣き貝。ちょっとこの辺の、でも分からないですねこれ。こうしちゃうともう分かんないです。そう、貝殻の状態だと全然違う。貝殻の状態も全然違います。これはその貝殻から出して、はい、塩とかで揉むんですか。軽くね、湯通し。湯通し。はい。原田さん早いっすよね。じゃないと間に合わないですもんね。うわでもさっきのこれ個体差の話で、さっきの赤西貝とちょっと香りが違います。今の方がちょっと磯感がある。食感あるんだけどやっぱソフトな感じですよね。夜泣きもバッキバキだったんだよ。腹筋すごい割れてる人みたいなこれネギですか。これいいですね。もうお気づけみたいな。もうお気づけになってます。いいですね。この生しらす系の巻物を初めて食べますね。珍しいな。生しらすとネギの巻物。もうこのお気づけうまいっすね。気持ちよすぎる。東海でもいろんな海があるじゃないですか。はい。アジは、全体でいうと結構筋肉質なものが多いとか脂が乗ってるのかなんかあったりしますか。この辺のアジ。この辺のはちょっと筋肉質なやつが多いです。うまそう。最高のメタリック感。すごいナチュラルな味だ。さっきの頭のところとかを超レアですねこれ。うまっ。贅沢な味噌汁です。千原さんのシャリのお米は何使ってるんですか。愛知の香り。お酢は1種類。酢は1種類ですね。米酢。みつかんさんの米酢1種類で、お塩とお砂糖。塩と砂糖とみりん。みりん。いやでもお米も愛知のお米って聞いてなんかより嬉しいというか。海苔も愛知にまとめたいから。愛知の海苔はね、やっぱりおにぎりにするといいんですけど。おにぎりにいいのと巻物にいいのだとどっちがどういう海苔がいいみたいなのってありますね。厚さとかですか。厚さですね。常滑の海苔がうまいから。海苔単品でいくと常滑のめちゃめちゃ美味しいです。味もはい。結構細巻きであるんだね。ダメでした。太巻きはあります。歯切れと香りが良くないとダメです。今あれですか、九州の海苔使ってるんですか。基本そうですね。有明の有明。今日20貫は食べましたよね。握りが25、これ生しらすの半巻きが1つ、つまみ4品、計30に突き出しだから31。前回は時期的にも貝が主役だったんですけど、今回もちろん貝も食べさせていただきつつ、なんか今日はいろんな地物でもいろんなものがあって、この三河とか東海っていろんな魚種がいるんだなっていうのをなんか感じる貝だったなっていうか。今日はでもなんかまんべんなくいろいろで、あえてもちろんマグロも食べてないしでも今日の多分スペシャル食材という赤座エビ、生あの辺とかもありましたけど、なんか結局王道のカスゴとかイワシとか小魚系が美味しかったし、やっぱこのやっぱ白身系のフグを中心としたブリブリ系のものもあれば、なんだかんだで千原さんやっぱ貝揃えてくれてるんで、いろいろまんべんなくいろんなお魚を食べさせていただいて、すごい心地よい満腹感で今日も楽しかったです。気さくにいつもありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。ごちそうさまでした。